さんこんにちは、山本和子です。今日もスナック和子配信でやっていきたいと思います。今日のテーマは、自分の人生に納得する方法になります。私は長い間、自分の人生に納得できなかったんですよ。で、今も完璧には納得できてないなーみたいなところが結構ありますね。これは私の人生の課題だと思っています。なんで自分だけこんな遠回りしなきゃいけないんだろうとか、もっとうまい生き方があるんじゃないかって、ずっともやもやして模索して、でも、そういう中でも自分の人生ときちんと向き合って、ほんと少しずつなんですけど、自分の人生を肯定して承認して納得しつつある人生の途中かなぐらいな感じで思ってます。今日は自分がね、自分の人生に納得するために考えてきたこととか実践してきたことについて解説していきたいなというふうに思います。まず、これは一般論というより私の個人的なこの実践方法なので、私の場合はまず、知りたいことを学ぶでしたね。私にはもともと強い飽くなき知的好奇心みたいなのがずっとあって、で、それを学び続けられる環境があるっていうのは、それ自体そもそもありがたいことやし、豊かな人生だなっていうふうに気づくようになりました。欲しいものは先に与えるですね。私はもう常々言ってるのは世界旅行に行きたいって、もうずっと言ってるわけですが、その感情の細分化をしていくと、やっぱり世界が知りたい、世界を見たいっていうところにたどり着くんですよ。だとしたら、じゃあ先に私がすでに知っている世界の情報とか、世界の魅力とか、そういうものを先に出しちゃおうと思って、実際に見てきたわけではないけど、本とかで知った内容を先に本として出版したりとか、あとは動画コンテンツにして配信したりとかして、世界の魅力を先に与える、伝えるっていうことをやっていきましたね。で、それを一般には引き寄せの法則というふうに言われていますが、まさにそうだと思います。先に与えていくことで、少しずつ自分と世界の関係性が変容してくると思います。自分はすでに豊かさを受け取っているということに気づくですね。私はね、15年ぐらいね、学歴コンプレックスがありました。っていうのも、第一志望校の入試代が高いからっていう理由で、私第一志望校の入試を受けさせてもらえなかったんですよ。で、それがずっと引きずってて、恨みに恨んで、挑戦さえさせてもらえない環境いず何みたいな感じで、理不尽じゃねみたいな、みんな第一志望校のね、学校を受けてるのに、私だけ受ける権利すらないの何みたいな、入試代が払えないとか言って。で、学歴って、やっぱり履歴書にも書くし、自分の価値の証明にもなるし、羨ましいな、みたいな。別に、落ちたとしても、挑戦したっていうことは残るじゃないですか。私、それすらさせてもらえなかったの何みたいな感じだったんですが、そんな長い間学歴コンプレックス引きずってっても、しょうがねえな、みたいな感じになったわけですよ。で、今は、少しずつなんですけど、学歴じゃないところで自分の価値を作っていこうってことで、本を出版したりとか、動画コンテンツを作ったりとか、これから、講演家としても活躍したいなと思っているところではあるんですが、表現したり、何かを形作ることができる環境っていうのは、それ自体が
もう豊かさを受け取っているってことにつながるので、学歴コンプレックスはなくなりましたね。ようやくって感じです。もうこれは長い戦いでした。はい、まとめです。人生の納得感っていうのは突然完成してすぐに楽になれるみたいな、そういうなんか宝くじみたいなものではないわけですよ。で、そういう、人生の中で自分の人生を少しずつ承認して肯定して納得していく途中の道を歩き続けていくっていうことが大事なのかなっていうふうには最近は気づきました。はい。今日はここまでです。ありがとうございました。